前立腺がんは男性の2人に1人がなるがんと言われていて、男であれば誰もが無視できないがんです。現在は男性のがんの中で発症率がなんと1位になっているんです。そして前立腺がんは転移をしてしまうと死亡率がぐっと上がってしまう怖いがんなんです。しかし早期の段階で見つけることができれば死亡率は格段に減らすことができます。今回はそんな前立腺がんの特徴的な症状を紹介していきますので、自分や旦那さん、お父さんなど身近な人に症状が起こったとき、すぐ病院にかかれるようになっておきましょう。はい、ラジオです。今回は男なら絶対知っておくべき前立腺がんの症状というテーマでお話ししていきます。それでは早速参りましょう。前立腺がんは50代から急速に増え始め、発生の平均年齢が70代の高齢男性に見られるがんです。前立腺がんは加齢により男性ホルモンのバランスが崩れたり、前立腺の慢性的炎症、食生活や生活習慣などの要因が加わって発生すると言われています。男なら絶対知っておくべき前立腺がんの症状。一つ目は腰痛です。なんで前立腺がんで腰が痛くなるの？前立腺ってあまりよく知らないけど、腰にあるわけじゃなかった気がするけど、って思われる方もきっと多いでしょう。そもそも前立腺って臓器に馴染みがない方も多いと思いますので、簡単に説明しておきます。前立腺の場所は男性の膀胱の出口にあって、尿道の始まりの部分を取り囲むようにある臓器です。役割としては、精液の一部に含まれる精子の活動を活発にする役割のある前立腺液というものを作っている場所です。ここで疑問に思ったのではないでしょうか。やっぱり前立腺は腰にあるわけじゃないから、腰じゃなくて、例えば下っ腹が痛くなるんじゃないの？なんで腰が痛くなるんだって、そう思いますよね。実はこの腰の痛みは、前立腺から来ているものではないのです。この場合の痛みは、腰の痛みが腰痛として現れているのです。がんは種類によって内臓に転移しやすいもの、脳に転移しやすいものなど、それぞれの特性を持っているんですけれども、前立腺がんの特性としては、なんと骨に転移しやすいということがあるんですね。腰の腰椎というところに転移が起こってしまった場合、腰の痛みとして症状が出現してしまうわけです。この腰の痛みで前立腺がんが発見されるのは決して珍しくはないんですね。例えばこういった事例があります。背中が痛いという患者さんがいて、最初は尿管結石かなと思って CT 検査をしてみたんですが、CT 検査で骨に転移を疑う所見を認めました。これはもしやと思い、検査を追加していった結果、大変残念ながら前立腺がんが骨に転移していたことで腰が痛くなってしまっていたんです。腰の痛みっていうと、年や疲れのせいにしてしまいがちですが、こういう恐ろしいケースもあるよっていうことは知っておいてほしいと思います。腰の痛みは本当に年齢を重ねるごとによく起こりがちなので、腰が痛かったらすぐに病院にかかれといった極論を言うつもりはないんですけれども、どんどん痛みが強くなったり、寝ていても安静にしていても痛かったりする場合は、病院を受診してください。ただ、前立腺がんで腰痛が出現してしまうと、骨の転移が進んでしまっている状況になります。やはり転移する前の早期発見が重要になってきますので、この先ではそれより前に出現する症状を紹介していきます。男なら絶対知っておくべき前立腺がんの症状、二つ目は夜間頻尿です。夜間頻尿っていうのは夜おしっこに行く回数が増えてしまう状態のことです。悩まされている男性の方はかなり多いのではないでしょうか。ただ、悩まされている方が多い分、年を取ったらみんな正面の調子が悪くなるんだよな。まあみんなそうだから放っておいてもいいよな、と思われてしまう方も多いようです。しかし、この
夜間頻尿の原因が前立腺がんという可能性もあるんですね。前立腺の場所は最初に説明しましたが、膀胱の出口、尿道を取り囲むようにあります。この前立腺にがんができると、膀胱を押し上げたり、尿道を狭くしてしまい、トイレに行きたくなることがあるんですね。そして意外にも、夜間頻尿には様々な原因があるので、年のせいだとか、みんながなってるからしょうがないと思わないで、泌尿器科を一度受診してみることもお勧めします。夜間頻尿って言うけど、どのくらいの程度のことを言うのっていう部分が分かりにくいかもしれませんが、少なくとも夜中に2回以上トイレに行くことがあるっていう人は要注意です。男なら絶対知っておくべき前立腺がんの症状3つ目は排尿障害です。排尿障害というのは文字通り尿が閉じる、すなわちおしっこが全く出なくなってしまうっていうことを言うんですね。夜間頻尿の話の中でも説明しましたが、前立腺にがんができると前立腺が大きくなることで尿道や膀胱を刺激してしまいます。そして、この前立腺がある一定まで大きくなってしまうと、おしっこの通り道である尿道を塞いでしまうんですね。こうなってしまうと、膀胱がおしっこを出そうと、よいしょよいしょと押し出しても、通り道が塞がれているので、全然おしっこが出ていきません。健康な男性では、排尿の準備が整ってから2、3秒で尿が出ますが、排尿障害になると、10秒以上かかることがあります。しかし、膀胱の上の腎臓では絶え間なくおしっこが作られているので、膀胱にどんどんおしっこが溜まっていって、下っ腹が痛くなってしまうんです。こうなってしまうと、救急で病院にかかるしかないんですけれども、この場合、尿道カテーテルといって、陰部から管を入れて、膀胱からの通り道を作ってあげる処置をすることになります。やはりこの処置は、あなたの想像通り少し痛いものになります。こういった痛い処置を避けてほしいですし、何より早い段階で癌を発見するためにも、尿閉の症状が出る前に病院にかかってほしいです。この尿閉の症状が出る前には、ほとんどの場合、この動画の中盤に説明した夜間頻尿だったり、残尿感を感じたり、他には赤いおしっこが出るっていったことが多いです。そういった症状が出たら放置することなく病院を受診するようにしてくださいね。ただここで鋭い方は、でも症状が出ちゃったら癌が進行している可能性もあるよね。症状が出る前に健康診断で早期発見した方がいいんじゃないって思われている方もいらっしゃると思います。まさにその通りで、診断技術の向上で、検診などの普及に伴い、早期から発見することができるようになっています。血液検査で測定できる PSA は、最も簡単にできる検査です。PSA は、前立腺に特異的に見られる主要マーカーで、前立腺に癌ができると数値が上がってきます。ところが、PSA は前立腺肥大でも上昇します。急激な数値の上昇が見られたら、前立腺がんの可能性がありますので、MRI など画像診断を受けて、早期発見に努めるようにしましょう。まとめです。絶対に知っておくべき前立腺がんの症状、腰痛、夜間頻尿、排尿障害です。PSA で前立腺の異常がわかります。前立腺がんかどうかは MRI などの精密検査を受ける。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんが動画をどう思っているのか知りたいので、高評価でも低評価でもよろしいですので、評価いただけますと非常に嬉しいです。また、コメントや質問も受け付けております。今後も動画を追加していきますので、応援してくださる方はチャンネル登録もお願いします。
それでは、ありがとうございました。